こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は初めてカスタマーハラスメントに対する奨励金、助成金が作られましたので、その内容についてご紹介をしていきたいと思います。最近、カスタマーハラスメント非常に問題になっている課題の一つではありますけれど、現在厚生労働省の方ではそれに対する取りまとめを行っていますが、東京都におきましては一歩先じてカスタマーハラスメント条例というのが施行されているといった状況になっております。そういったカスタマーハラスメントに対する防止対策として取り組むことで安心安全な職場を作り、奨励金で40万円支給してもらえるというものがありますのでご紹介をしていきたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、カスタマーハラスメントの現状、通称カスハラと呼んでいますけれど、カスハラの現状について見ていきたいと思います。そして、カスハラの影響、従業員がカスタマーハラスメントを受けることによって企業にどういった影響があるのか、従業員自身にどういった影響があるのかというところを見ていきたいと思います。そして、今回ご紹介をするカスハラ防止対策推進事業、通称カスハラ奨励金、こちらの概要について見ていった上で、最後に注意点とまとめということになります。まずは、カスタマーハラスメント、カスハラの現状を見ていきたいと思います。こちらは厚生労働省の調査の結果によりますけれど、過去3年間の各種ハラスメント相談の有無について取りまとめたものとなっております。やはりですね、1位はパワーハラスメントが非常に多いという状況になっております。パワーハラスメント、パワハラにつきましては、労働施策総合推進法ですでに防止義務というのが課されているものの、依然パワハラが減らないという状況になっています。その他ですね、セクハラですとか、マタハラといったところもありますけれど、二つ目に多いのが、顧客からの著しい迷惑行為ということで、カスハラというのが非常に目立ってきているというのがわかるかと思います。やはりですね、一般消費者との接触頻度が高い医療、福祉、金融、保険業、宿泊、飲食業などにおいては、こういったカスハラが非常に問題になっている。また、公務員においてもですね、一般民間企業の3倍カスハラがあるというようなデータもありまして、非常にカスハラ問題になっている。こういったカスハラ、どんどん増えてくる中で、非常に看過できない状況になってきている。こういったカスハラを従業員が受けることによってどういった影響があるのかというのを取りまとめのが民間調査会社で出ております。一番大きいのが従業員のメンタルの低下、モチベーションの低下というのが約半数あります。そして対応の手間に、伴う本来の仕事への圧迫ということで、やはりですね、顧客対応に取られてしまった本来の仕事ができなくなるというところも多い。こういったところでですね、やはりカスタマーハラスメントを理由として退職を検討する、転職を検討するという人が約4割いるというデータもありますので、やはりですね、人手不足の中、退職、転職を防ぐためにもカスタマーハラスメント対策というのは非常に重要というふうに考えております。そしてカスタマーハラスメント、まとめますと、業務のパフォーマンスの低下ですとか、ひいてはですね、健康不良になる。また、現場への対応の恐怖、苦痛などによって休職、退職を引き起こしてしまうということ。そして、これを放置しておくとですね、企業側も安全配慮義務違反を問われる可能性があるというので注意が必要となります。この安全配慮義務というのは労働契約法にあるものですけれど、従業員の健康と安全に配慮する義務というのが企業に課されております。罰則の規定はないんですけれど、違反の場合は損害賠償の可能性もありますので、非常に注意が必要と。また、この安全配慮義務の範囲ですけれど、直接労働契約を結んでいない従業員も含むということ。そしてまた、海外に勤務する方ですね、国内勤務だけではなく、海外勤務の方も対象となるので、非常に注意が必要。こういった形でですね、カスタマーハラスメントに限らず、長時間労働による健康被害というのも出てきますので、やはり安全配慮義務、注意をしてほしいと思います。そ
そして今回ご紹介をするカスハラ防止対策推進事業ですけれど、こちら令和7年度から新たに作られた奨励金という形になっておりまして、東京都に事業所がある会社が対象とはなりますけれど、この目的ですけれど、東京都においては2025年、令和7年4月1日に施行されたカスタマーハラスメント防止条例というのがあります。こちらの措置をですね、速やかに企業に浸透させるということを目的として作られた奨励金推進事業という形になっておりまして、奨励金額は40万円ということになっております。一事業者1回のみといった申請になりますけれど、カスハラ防止に対する取り組みをすることで40万円の奨励金を支給してもらえるというものになっております。ではですね、具体的にどういったことをカスハラ対策として行っていくのかと言いますと、大きくは2つになってきます。まずはカスタマーハラスメント対策に関するマニュアルを作成をすること。そして2つ目がカスタマーハラスメントを防止するための実践的な取り組みをすることということになっております。まずはマニュアルを作る。そしてそれに対する具体的な実践的な取り組みを行う。この実践的な取り組みに関しましては、挙げられている3つの中から1つを選ぶという形になります。1つ目は録音・録画環境を整備すること。もしくは AI を活用したシステム等の導入をすること。もしくは外部人材の活用という形になっておりまして、このような形で取り組むことによって、奨励金40万円が支給がされるといった形になります。では、これらの取り組み、具体的に少し見ていきたいと思います。取り組み内容ですね。大きく分けては2つですけど、流れとしては3つになってきます。まずはカスハラのマニュアルを作成をすることということで、このマニュアルに関しましては、奨励金申請においては、記載の必須事項というのが指定をされております。全部で7項目ありますので、この7項目すべて網羅した上で、マニュアルを作成をしていただくという形になります。そして、そのマニュアルに関しては、社内で当然に周知をしていただくことが必要になります。その上で、このマニュアルの中にですね、基本方針を作成するところが一つありますけれど、その基本方針に関しては、作成して社内周知だけではなく、社外への周知も必要ということになりまして、例えばホームページ、もしくは店頭での掲示、そういった形でカスタマーハラスメントに対する基本方針を対外的にも周知をしていただくことが必要となります。その上で具体的な取り組みとして実践、録音・録画環境を整備していただく。そして AI を活用したシステム等の導入。また、外部人材の活用ということで、この外部人材の活用に関しましては、相談体制を整備するですとか、カスタマーハラスメントに対する研修を実施する、そういったところが外部人材の活用ということになっております。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、今回のカスハラ奨励金ですけれど、今回新しく作られた奨励金ですけれど、令和7年度においては全部で3回公募が行われるようで、各回1000件までという形になっております。募集期間内であってもですね、予算到達した場合は途中で締め切る可能性もあるとのことです。そして第1回につきましては、令和7年6月の30日から8月の8日までとなっておりますので、第2回目以降は現時点でまだ詳しい日程は出ておりません。こういったカスハラ問題抱えている会社さんはですね、ぜひ応募してほしいと思います。そして申請においてですけれど、従来は紙申請もあったんですけど、今回のこのカスハラ奨励金に関しては J グランツでの電子申請という形になります。当然 GWiz-ID の取得が必要になりますので、申請を考えている企業はですね、事前に GWiz-ID の取得をしてほしいと思います。また、申請対象の事業者の要件ですけれど、今回詳しく解説はしておりませんが、例えばですね、事業所が東京都内にあることですとか、事業の継続期間が1年以上あること、そして都税が未納であること、その他ですね、労働基準法に違反をしていないこと等ありますけれど、それらの申請企業の要件もありますので、よくチェックをしてほしいと思います。
こういった形でですね、従業員が悪質なクレームですとか、カスハラによって苦しんでいないかどうかといったところですね、防止対策もそうですから、日頃から注意をしてケアをしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。